はい、それではシングルプッシュプル切り替え式 6L6 アンプの製作第2回目スタートしたいと思います。今回はですね、作動型反転回路というものを勉強していきたいと思います。はい、この作動型位相反転回路なんですけれども、代表的な回路として、ご覧いただいているような形で、2つの三極管がですね、上下対称に配置されているというようなのが特徴になるんですけれども、上側の三極管のですねグリッドの部分、こちらが入力を受け付ける入力端子になるんですけれども、下側の三極管の、グリッドはですね抵抗を介して、グラウンドに設置されていますというのも一つ特徴的なものになります。そして、両方の仮想度がですね、結合されて、その結合部分が何やらちょっと変わったマークありますけれども、低電流回路と呼ばれるものにつながるというのが一番の特徴になるかと思います。この作動型の位相反転回路、ちょっと動きを見ていきたいと思うんですけれども、まずですね、何らかの信号が入力されたとして、この信号、電圧がぐーっと上がっていくところを考えます。そうしますとですね、上側の真空管に流れる、プレートのところに流れる電流も、もともとの無信号状態のプレート電流に加えて、信号が入ってきたことに由来する電流の増加というのが見られてきます。でこの増加した信号電流ですね、通常であればここに抵抗がぶら下がっていて、その抵抗からグラウンドに流れていくということになるんですけれども、この部分が低電流回路ということになってまして、上下の無信号状態のプレート電流を足したもの、以上でも以下でも受け付けませんよというような回路になってますから、ではこの増えた分はどうするかと言いますと、どうしてもですね下側の真空管のところに流れている電流を減らすしかないというふうなことになってくるんですね。で下側の真空管に流れる電流が減っていきますと、勢いですね、ここの下側の真空管につながっている負荷抵抗に流れる電流も減るということになりますから、この部分で発生する電圧効果も減少しまして、この下側真空管のプレート部分を取り出した電圧は増加するということになりますので、トータルで見てみますと、上側の真空管の電圧が下がったときに、プレート電圧が下がったときに下側の真空管のプレート電圧が上がるということで、きれいに位相が反転した動作を行うということになります。ではですね、この低電流回路というものを一体どういうふうに作っていったらいいのかというところが、次の疑問になるわけなんですけれども、この低電流回路というものはですね、非常に値の大きな抵抗で作ることができるというふうに言われています。その原理をですね少しここで、紹介していきたいと思います。まず仮にですね、ここに2キロオームの抵抗があったとして、そこにある電圧がかかっているとしますと、それを X ボルトとしますと、流れる電流は X 割る2000アンペアということになります。ここまでは簡単なオームの法則になりまして、この X ボルトのところにですね、プラスマイナス1ボルトの制限波が入ってきたとしますと、この増減分というのは電流の流れる量の増減分にも現れてきまして、プラスマイナス 0.5 ミリアンペアの増減を発生させるということになります。でところがですね、ここが抵抗値が200キロオームだったとします。ここの100倍ぐらいの抵抗の値ですね。ここに、プラスマイナス1ボルトの電圧がかかったとしますと、そこで、発生する電流の変異というものは5マイクロアンペアですね。先ほどの2キロオームの時に比べてぐーっと小さな電流の変異ということになりますので、これを大きく見てやりますと、大きな抵抗を使ったところでは、少々の電圧の変化が起こってもなかなかその電流の変化として現れにくい、別の言い方をしてしまいますと、低電流回路にだんだん近づいていくというふうなことが言えると
いうことがわかると思います。なので、ここの抵抗の値はですね、大きければ大きいほど理想的な低電流回路に近づくというこんなことが言えると思います。ではですね、これを真空管と組み合わせて考えていきます。ここにですね、仮に、一つの三極管がありまして、その三極管の下層度の下に、2キロオームの抵抗がぶら下がっていますと。で、ここにですね、無信号時のプレート電流として1ミリアンペア流れていたとしますと、ここの抵抗で発生する電圧は2ボルトということで、これは2ボルトのバイアス電圧がかかっているんだなというふうなことが類推できると思います。でここにですね、大きな抵抗をぶら下げていきたいんですけれども、じゃあどうやれば大きな抵抗に変更することができるかと言いますと、抵抗の下の電圧をですね、ぐーっと小さな電圧、負の電圧に変えてやるんですね。例えば、この場合ですね、マイナス198ボルト。この下層度の部分から200ボルトの電位差を発生させてやりますとですね、同じく1ミリアンペア流れて、この部分で2ボルトを発生させるという条件、この部分は変わらないんですけれども、ここに200キロオームという極めて大きな抵抗をつけることができる、ぶら下げることができるというふうなことになります。で、この真空管と抵抗の配置をですね、上下対称的に配置したものが、ご覧いただいたような図になっていまして、上側の真空管の無信号時プレート電流が1ミリアンペア、下側の無信号時プレート電流が1ミリアンペア、合わせて2ミリアンペア流れまして、そしてこの下層度のところの電圧を2ボルトにしたいということであれば、ここからですね、200ボルト下がるということで、100キロオームぐらいの抵抗をぶら下げてやること、この状態が実現できるということになります。はい、それではですね、こういったマイナスの電圧、大きなマイナスの電圧、これをですね C 電源と呼ぶんですけれども、これを一体どうやって作っていったらいいのかっていうのが気になるところでありますけれども、いろいろなやり方あるんですけれども、代表的なものを2つほど並べてみました。まず1つはですね、電源トランスの空いているタップを使うというやり方です。ご覧いただいている皆様も、ご存知かとは思いますけれども、電源トランスにですね、例えば70ボルトですとか80ボルトですとか100ボルトといったなんか中途半端な値が出てきそうな、タップというのが用意されているものがよくあります。そういうものをよく目にします。こういうですね中途半端な電圧が出てくるタップというのは往々にして、負の電圧 C 電源を取り出すために、使われることがあります。で、こういうですねタップに、ダイオードをご覧いただいているような方向で、つないでやりますと、マイナス側の電圧だけが取り出すことができます。それをですね、所網の電圧が取れるように分圧して取り出すことで、負の電圧を取り出して、それを C 電源として活用するというやり方が一つあります。それからですね、ダイオードブリッジを使うやり方ですけれども、ダイオードブリッジで、プラス側の電圧が出てくる方を B 電源として使って、マイナスが取り出せる方向を、C 電源として使うというやり方も有名なやり方としてあります。はい、それではですね、実際に、電圧増幅部、作動型の位相反転回路というものを設計していきたいんですけれども、まずですね 6SN7、これはですねだいたい増幅率が20前後という値を持った真空管三極管なんですけれども、この 6SN7 を使って、設計をしてみたいと思います。まずですね、ざっくりですけれども、バイアス電圧、プレート電圧、B 電源電圧を決めます。できればこの広々としたところを使っていきたいんですけども、実はこれ何回か試行錯誤して、私が最終的にたどり着いた値を書かせていただいています。本当はもう少しですねこういうところを使いたかったんですけども、そうすると最終的に、所網の出力が取り出せないということで、だんだんこう、ロードラインが寝てきましてですね、今のところこういう風な感じの傾きになっていますけれども、まず、バイアス電圧をマイナス4ボルト、
プレート電圧 100V、B 電源電圧を 250V というふうに置きました。このちょっと小さくて細かくて見にくいですけども、真ん中のところのバッテンマークですね。これが無信号状態のを表す、動作点ということになります。この動作点のですね、電流値を読みますと 1.6mA ということになっています。無信号時プレート電流 1.6mA。そうしますと、上側の真空管で 1.6mA、下側の真空管から 1.6mA 合わせて 3.2mA 流れると。そしてここに大きな抵抗ということで、いくらにするかちょっとと決めるわけなんですけども、仮に 100kΩ ぐらいの抵抗をぶら下げるとして、それでは C 電源はどれぐらいの電圧であればいいかということを計算してみますと、およそマイナス 316V ぐらいの C 電源が必要になるということになります。マイナス 16V ぐらいで、ここが 100kΩ であると、だいたいここが 4V ということが実現できるというふうになります。でですね、次に、このロードラインですね、250V B 電源電圧で、先ほどここに、動作点のバッテンマークを書きましたので、この2点を結んだ線、このロードラインの傾きの逆数からですね、一体負荷抵抗どれぐらいかというふうなところを計算してやりますと、250V 割る 2.7mA ですね、この Y 切片のところ、2.7mA ということになりますので、93kΩ の負荷抵抗になるということになります。で、このロードラインが引けましたので、だいたい控えめな入力が入ってきたときですね、例えばプラスマイナス 1V ぐらいの音圧の、録音物が入ってきたときに、どれぐらいの出力が得られるかというのを、グラフから読み取ってみますと、少しちょっと読みづらくて、申し訳ないんですけども、だいたいピークトゥピークで 30V ちょっとというところが読み取れます。32V ピークトゥピークというふうに読みました、私。なんですけれども、この後に引き続く電力増幅部ですね、6L6 を使った、電力増幅部はプラスマイナス 20V グリッドを振ってほしいよということが分かってますから、この 32V ピークトゥピークではちょっといささか、スイングしきれないなという、ちょっと足りないなということになってきております。そこでですね、もう少し増幅率の高い、だいたい増幅率が70前後ある 6SL7 で、もう一度設計をし直していきたいと思います。これもですね、この広々とした部分を使ってやりたいということで、ドンと置いてみたものが、バイアス電圧マイナス 1.5V ですね。このマイナス 1.5V の線。そして、プレート電圧 150V、B 電源電圧 250V というふうに、仮置きしてみました。実はこれでうまくいくんですけれども、この時にですね、この動作点ですね、の無信号時プレート電流を読みますと 1.05mA というふうに読むことができますので、上の真空管から 1.05mA、下の真空管から 1.05mA 合わせて 2.1mA 流れてきますと。で、ここに大きな抵抗をぶら下げたい、仮に 100kΩ とします。そうすると、C 電源はどれぐらいであればいいのかということで計算していきますと、マイナス 208.5V ぐらいの C 電源電圧が必要になりますよ。そういうふうにな電圧を用意して、ここに 100kΩ の抵抗をぶら下げると、下層度の部分が 1.5V になって、所網のバイアス電圧がかかりますよということになります。ではですね、ここに 250V の B 電源電圧、そしてここに、動作点のバッテンマークを打ちましたので、この2点を結んでやりますと、ロードラインが引けまして、このロードラインの傾きの逆数が負荷抵抗の値ということになりますから、250V 割る Y 切片の値 2.65mA ということで、だいたい 94kΩ の負荷抵抗ということになります。そしてですね、出力電圧のチェックですけれども、控えめな電圧が、控えめな入力電圧、プラスマイナス 1.1V ぐらいが入ってきたときにどうなるかというところをチェックしますと、95V ピークトゥピークぐらい、
出力できるということで、これであれば、十分、高段の 6L6 をスイングしてドライブしてやることができるのかなというふうになことが分かりました。ということで、この後はですね、この 6SL7 で設計を進めていきたいというふうに思います。はい。で、こちらがですね、その 6SL7 を使った回路図になります。この電力増幅部はですね、一つ前の回でご紹介したものと全く変わってございません。で、新たに変わったのがこの初段ですね、作動増幅型の位相反転回路というものがここに書き込まれておりまして、上側の真空管無信号時に 1.05mA、 下側の真空管 1.05mA ですので、片チャンネルに合わせて 2.1mA、 両チャンネル合わせて 4.2mA 流れているということになります。電力増幅部の B 電源電圧が 278V、 そしてこの初段の B 電源電圧が 250V ということで、ここに 28V の、電圧のドロップを生じさせたいと、いうことですから、 28V 割る 4.2mA ということで、6.7kΩ のここにドロップ抵抗を挿入している回路になります。そして、新たに加わったのがこの部分ですね。C 電源電圧を作る整流回路になります。ここにはですね、まず320V のタップ、こちら使っていませんので、このタップを使いました。でそこにですね、ご覧いただいた方向でダイオードを接続しますと、負の電圧だけが取り出せる、整流回路になります。それをですね、ここにある2つの抵抗で分圧して、マイナス 208.5V を作り出したいわけなんですけれども、このこの分圧用の抵抗をどうして決めたのかというのをもう少し、詳しくご説明したものがこちらになります。はい、まずですね、グラウンド部分からこの初毛の、マイナス 208.5V の C 電源電圧までの間をつなぐところに、1本抵抗、分圧用の抵抗を入れました。だいたい 1mA ぐらい流れ、ようかなということで 220kΩ という抵抗を入れてみました。そしてですね、この部分にはLR 両チャンネルからですね、無信号時のプレート電流としてそれぞれ 2.1mA 入ってきまして、そしてこの 1mA 弱のものと合わせて、この部分の抵抗にではですね 5.15mA 流れます。そして、マイナス 208.5V から、マイナス 440V くらいなんですけれどもまでここで電圧を降下させたいということなので、マイナス 208.5 引くことのマイナス440、をこの電流 5.15mA で割ってやってだいたい 45kΩ くらいなのかなというふうに思って、先ほどここにですね 45kΩ かっこはてなと書いたんですけれども、実はですね、このトランスから出てくるタップの電圧というのは、流れる消費電流の量によって若干上下します。ビシッとこう何か決まった値が出てくるというようなものではないので、その状態に合わせて調整しなければいけません。この値が定かでないということになってますから、一度ですね、仮組みの段階でですね、ボリュームをつけました。30kΩ の固定値の抵抗と、だいたい 20kΩ ぐらいのですね、ボリュームをつけて、全体が初毛の電圧の値に近づくようなところはどこかなというのを探して最終的なフィックスした抵抗の値を決めていこうというような考え方で、進めていきました。それではですね、組み上がった回路をご覧ください。はい、部品の取り付けが完了しました。以前までですね、この辺りに、回路を切り替えるためのスイッチの基板があったんですけども、今回それがありませんので、元々のですね、この広々としたシャーシの様子、久しぶりに見ている感じでございます。
はい、それではですね、この後、テスターを使って、いろいろな部分の電圧を測定して、また、オシロスコープを使ってですね、波形が回路の中でどのように変化していくのか、このあたりも測定していきたいと思います。はい、ではですね、まず組み上がった実際の回路のいろいろなところの電圧を測ってみました。おおよそですね、所網の電圧が出たんじゃないかなというふうに思うんですけれども、少しうまくいかなかったのは、初段のですね、この位相反転回路の、この加速度の部分の電圧が最初は1.5V ぐらいを狙っていたんですけれども、少しそこよりも小さな値になってしまったのと、C 電源の電圧がですね、少し高めになっているんですけれども、これ以外の値にしてもですね、なかなかちょっといい感じにならなかったので、もうこれでよしというふうな形にしました。でですね、この出力部はですね、プレート電流の値が極めて揃っている必要があるんですけれども、前回測ったのと、全く変わりませんね。R チャンネル側はマッチドペアというふうにお店側が測定して特性の揃ったものをペアで売ってくれるそういうセットの真空管を使いましたので、ビシッと揃っているアンバランス分が 0.4mA ということでビシッと揃っています。で、片や、L チャンネル側はそういうものではない、別々に買った2本の真空管を使っていますので、若干アンバランス分が出て 1.8mA ということなんですけれども、出力トランスが規定しているこのアンバランス分の許容範囲内に入ってますので、これはこれでよしかなというふうにしました。引き続いてですね、各部分をテスターではなくてオシロスコープで測ってみました。はい、まずですね、オシロスコープで測る前に入力として、回路全体にですね、プラスマイナス 1V1kHz の制限波を入力しました。そしてですね、一番最初の初段、位相反転回路、作動型位相反転回路の 6SL7 の1番ピン、計測したものですけども、これは入力した信号がもうそのまま出てくるはずでありまして、測りましたところ、期待通り、プラスマイナス 1V の 1kHz の制限波がちゃんと出てくることが確認できました。そして、6SL7 の次は4番ピンですね。こちらはですね、抵抗を介してグラウンドに設置されていますから、期待通りビシッと 0V ということが測定できました。ではですね、この上下の2つの三極間の加速度をつないだ部分、3番ピンと6番ピンをつないだ部分を測定してみたんですけれども、そうしてみたところ、これ私にとってはちょっと新しい発見というか、こういうことが起こるんだというのが分かった瞬間でした。はい、バイアスを作るための電圧、最初は 1.5V を期待して設計したんですけども、結果的にプラス 1.1V だったんですけれども、その 1.1V を中心にプラスマイナス 0.5V の振幅で、揺れている 1kHz の制限波が出ているということが計測してみて分かりました。これをですね、1番ピンとこの3番ピンを、同時に計測するとご覧いただいたような絵になりますが、ちょっとこの3番ピンの方ですね、バイアスを作るためのこの 1.1V が乗っかった状態ですので少し見づらくなっていますので、DC 測定ではなくてですね、オシロスコープを AC 測定してやりまして、直流分をカットする測定をしてやりますと、ご覧いただいたような状況になります。1番ピンのところに、入力されたプラスマイナス 1V の制限波、3番ピンそして6番ピンのところに、そのちょうど半分となるプラス、マイナス 0.5V の制限波、そして4番ピンがグラウンドに設置されてビシッと 0V ということになってまして、これを横並びで書くとこのような絵になるんじゃないかと思います。1番ピン、36番ピン、4番ピンですね。これをですね、この3番そして6番ピン
から、世の中を見てやりますとですね、実はこの1番ピンのところが、プラスマイナス 0.5V でこういう風な位相、そして4番ピンの方は同じくプラスマイナス 0.5V なんですけれども、1番ピンと全く逆の位相で振幅しているように見えてきます。これを別の言い方をしますと、上下2本の真空管はですね、この共通化された仮想度を基準にして見てみると、振幅が入力の2分の1の電圧で、位相が全く逆になった信号を受け入れているのに等しいことになるということになりまして、こういう風になるからこそ上側の真空管と下側の真空管で位相が反転した出力を出力することができるということ。これが位相反転回路の、作動型の位相反転回路の動作原理だったんだなということを勉強することができました。いやー、どなたが考えたのか知りませんけど、非常にこう面白い発想というか、こうコロンブスの卵的な発想というか、よく考えられた回路だなというふうに思って、もう素直にびっくりした、感心したという形ですね。はい。そしてですね、もう一つ気がついてしまったことがありまして、先ほどご説明というかご紹介した 6SL7 を使ったこの、電圧増幅部ですね、位相反転回路の設計ですけれども、間違っていたんですね。どの部分が間違っていたかと言いますと、これ上側でも下側でもいいんですけども、どちらか片側の、増幅回路を表した設計したものになるんですけれども、この部分ですね、入力の電圧がプラスマイナス 1V だったとき、どういう出力が得られるのかというのを、グラフから読み取ろうとしたんですけれども、実は入力としてプラスマイナス 1V が入力されると、片側の真空管には実行的にその半分の振幅しか入ってこないということになるわけなんですよね。ということは出力の電圧を調べるときも、入力としてプラスマイナス 1V 入ってきたというはゆえ、実行的にはプラスマイナス 0.5V が入ってきたとして、グラフを読まなければいけないということで、マイナス 1.5V を中心にプラスマイナス 0.5V を振ってやりますと、50V ピークトゥーピークということで、実はほぼ余裕がない 6SL7 を使ってもほぼ余裕がない、もうギリギリの設計だったんだなということが分かりました。なるほどと。今後、この作動増幅型で、設計をするときは入力された信号の振幅っていうのは、半分の効果で考えていかなければいけないんだなということが分かりました。ということで、もろもろその他のピンを測定していきますと、これがですね 6SL7 の出力部分、プレート部分の信号を測ったもので、2番ピンと5番ピンを同時に合わせて測ったものですが、150V のですね、無信号時のプレート電圧が乗っかっていますので、ちょっと読みにくいので AC 測定して、直流部分を取り除いてやりますと、どちらもほぼプラスマイナス、20V の振幅できれいに位相が反転されたものが出ているということになりました。そしてですね、出力トランスの二次側ですね、そこの電圧を測ってみますと、プラスマイナス 6V で、振幅しているよということが計測できましたので、12V ピークトゥピークということですので、12V ピークトゥピーク ×12V ピークトゥピーク割ることの、スピーカーの値、抵抗値8オームで割ってやりますと、2.3W ということで、もともとですね、机上検討していたときは 2.6W ぐらい出るかなというふうに考えていたわけで、それより若干下回る、10% 強ぐらい下回るということにはなったんですけれども、狙い通りの出力が得られるというアンプが、たまたまというかですね、6SL7 の真空管を選んでよかったなと思うんですけれども、出来上がったということになります。
そしてですね、もう一点気になるのが、この作動型のですね、位相反転回路の出力部分を測った時のこのオシロスコープの出力波形なんですけれども、2番ピン、5番ピン、上側真空管、下側真空管のプレート部分を測っているんですけれども、ほぼプラスマイナス 20V とはいえですね、若干下側の方が出力電圧が小さくなっているですね、振幅が小さくなっています。これは推測の域は出ないんですけれども、おそらく、両真空管の下層度の下にぶら下がっているところが、ちょっと言い方おかしいですけれども、本物の低電流回路ではなくって、それを疑似的に再現するために大きな値の抵抗を使って、そして、大きな負の電圧を使って C 電源を使って、実装したということによって、こういう振幅の差が出ているんじゃないかなというふうに推測しています。少しだけ調べたところでは、そういうふうなことを記載してあるウェブページも読むことができました。ですので、この位相反転回路のですね、性能をもっともっと良くしていく、それは同じ電圧振幅ので、位相がきれいに反転した波形を出力するというためにはですね、この低電流回路の性能をより本当の低電流回路に近づけていくところっていうのが、難しくて、重要なポイントなのかなというのも、今回学ぶことができました。はい、それではですね、実際に組み上がったアンプを使って試聴をしていきたいというふうに思います。はい、今、試聴をしています。あんまり、ちょっと大げさな表現は、本当はしたくないんですけれども、これはですね、私の自作オーディオアンプ史上、一番ハイファイと言っていいんじゃないかと思います。非常に細かくはまた後でご説明しますけれども、非常にハイファイ。いやー、自作でここまでハイファイな音が出るんだなっていうのが、むしろ驚いてる感じですかね。思わず笑みがこぼれちゃうっていう状態ですかね。なるほど。一つ前のPK 反転回路を使ったプッシュプルとはもう全く様相が違います。いやー、本当にハイファイ。もうその一言に尽きてしまうんですけれども、詳しくはまたこの後ご説明しますけれども、いやー、奥が深いですね、本当に。大変今回勉強になりました。はい、ではですね、視聴した感想をもう少し詳しくお伝えしていきたいと思いますけれども、今回もですね、ご覧いただいている4曲聴きました。まず全体的にですね、もう先ほども繰り返し申しました通り、非常にハイファイなサウンド、ちょっと別の形容の仕方がちょっとうまく思いつかないんですけども、非常になんて言うんでしょうね、クリアで音質がいいというか、近代的というか現代的というか、非常にハイファイな音だなというのがもう第一印象でした。でもう少し具体的な例を言いますと、全体としてですね、音楽生き生きとしていて非常に元気がいいんですけれどもですね、なんか元気がいいとついつい音が暴れて荒っぽくもなりがちなところをしっかりそういうのはですね、整えられていて整然としていて荒っぽさも感じない。それから楽器の奥行き感ですね、
こういうのも非常に表現しっかりされていますし、古い録音ですね、もう何十年も前に撮られた録音も、この版譜を通して聞くと不思議なことに非常にモダンな録音に感じられます。で同じことかもしれませんけども、出るべき音はしっかり前にこう出てきて、なんだけれども特にこう耳障りとかうるさいとかトゲトゲしさがなくって、なのでですね、ついついちょっとこう音量を上げ気味でですね聞いても、なんかこう楽しめる、部分が大きいと、結果としてこうスケールの大きなリスニング環境が築けると、構築できるという感じかなというふうに思いました。でこのクラシックですね、今までで一番楽しめましたね。本当にワクワクっていう感じでですね、少し音量を上げ目で聞いたんですけれども、なんかこうちょっと中に没入する感じに近い感じですけれども、スケールアップしたサウンドでですね、本当にこう目を閉じて聴いているとコンサートホール、で聴いているような感じすら覚えるぐらい楽しめたなというふうな感じです。それからマイルス・デイビスですね。マイルス・デイビスというよりかはいつもですね、キャノンボール・アダレのサックスソロのところがですね、音量でかすぎでしょうというのはいつも気になっているところだったんですけれども、これがですね、しっかり周りに溶け込んで変に悪目立ちしていない。だからといってですね、なんかこう音が痩せてるっていう感じでもないんですね。非常に調が取れていて、うまくこう中に漏れるというかですね、うまく調が取りながらも、キャノンボールあたりの大音量というか、音圧のしっかりしたソロがこう展開されているということで不思議な感覚でした。それからですね、ワルツ・ホデビーですね。これはもう今まで自分が聞いてきた中で最高じゃないかなと思えるぐらい、客席の声ですね、ガチャガチャとこうグラスが当たる音とかですね、お客さんの声が録音されているんですけども、その客席の声を含めたもう臨場感が非常に素晴らしい。もうライブハウスの様子が生々しくこう自分のもうなんて言うんでしょうね、眼前に展開されているような感じで、一番今までで聞いててこう生々しさがあって没入感があったんじゃないかなというふうに思いました。なんですけども、ちょっと理由がまだわからないんですが、クイーンのですね、ボヘミアン・ラブソディだけは、なんか少しちょっと歪みっぽく感じるところがあったので、この辺りはですね、今後、どういうところが原因なのか、どうやったら改善できるのかっていうのは、引き続く、課題、宿題としてですね、もう少し探求していきたいなというふうに思った次第であります。はい、ということでですね、今回、作動型の位相反転回路を使ったプッシュプルアンプというのを作っていったんですけれども、ちょっと思い出すだけでこう笑みがこぼれてしまうんですけども、大満足でした。で次はですね、もう一つ有名な反転回路であるムラード型の反転回路というものに挑戦する、予定というかするんですけれどもですね、申し訳ないことにもうあらかじめ申し上げておくんですけれども、設計まではしますけれども、実際の回路の組み上げは行いません。と言いますのはですね、今回作ったプッシュプルのアンプがですね、大変私気に入ってしまいまして、これをですねばらしてしまうのがもったいない、惜しい。今後ですね、パーマネントに使う、このプッシュプルアンプ、おそらくそれは位相反転型にするんじゃないかなと今のところ思ってるんですけれども、パーマネントに使うアンプを作って、そこで同じようなこういい音だなと言える感動が味わえる時までですね置いておきたいなと思ってしまったんです。ですので繰り返しで申し訳ないんですけれども、このムラード型の反転回路勉強して設計まではしてみようかなと思うんですけれども、実際の組み上げは行わないということでご了承いただければなというふうに思いますけれども、引き続きですね、次回、このムラード型反転回路、これもなかなかどなたが考えたのか存じ上げませんけれども、よくできた回路でですね、トンチが効いた回路というかですね、面白い回路になっておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、長い時間になりましたけれども、視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。